いややる気が出ませんね。皆様の絶望と悲しみと怒りと嫉妬と不安と恐怖と、拭いきれない欲望とともに寄り添ってゆくチャンネル、ネガティブマンチャンネルへようこそということでね、今日もね、全くやる気の出ない中始まりました。皆さんご機嫌いかがですかね。この世界、このチャンネルはこの世界を滅ぼすために設立された皆様の憎しみで運営されている、ね、絶対零度の冷え冷えとした世界の果てからお送りするチャンネルでございます。そうですね、今日のお題は日本再生の道はどうすりゃいいんだ。日本再生への道ですね。いや、再生なんてしなくていいんですよ。一言で申し上げて、日本も世界も滅べばよいのですね。人類はもう地球から撤退してですね、そう、この薄汚い欲望まみれる、苦しみあふれる、ね、地獄っていうものをね、人類自らの手によってね、葬り去る時期が来ているというね、ありがたい、いやそれが趣旨のチャンネルですけれどもね、いいんですけれども、日本再生の道筋があればね、教えてほしいというね、皆様のね、心の声に応えて、ね、決してリアルでは言われていませんけれどもね、皆様のね、このね、こう絶望に絶望する、ね、ろくでもない、こう、かすかな希望はないのかっていうね、心の声に応えてね、いきますけれど、日本の再生の道は一つ、二つ、三つぐらいありますけれども、まずその一つとしてやっぱり上級国民、上級国民を滅ぼさねばならないってことですね。そう、上級国民を滅ぼすのが一番手っ取り早い日本再生への道なんじゃないですかね。という結論から申し上げます。そう、上級国民を滅ぼすんですよ。そうすれば日本は再生、あっという間に再生しますね。ね、なぜなのか。ね。そしてどうすればいいのか。内戦を起こすしかないですね。そう、血で血を洗う内戦ですね。まあ、私はね、世界を滅ぼすチャンネルを運営するネガティブマンとしてのね、労働もありますけれども、もう一つの労働として、なんて言うんでしょうね、天才ネット軍師としてのね、側面も持ってますからね。そう、内戦を引き起こすっていうことですね。でも、なんて言うんでしょうね、こう、上級国民を滅ぼせばね、なんて言うんでしょう、日本という国の独立ということも実現できるんですよ。そうなんです。なぜね、アメリカの植民地、日本の植民、アメリカの植民地ね、大事なことだから何度でも言いますけれどもね、アメリカの植民地としてね、戦後ずっと来たのかっていうことですよね。そして今は中国の植民地にもなりつつありますし、まあ世界の植民地ですよね、日本っていうのはね。そう。もうですからもう何にも言えないですよね。なんか日本人の特徴として外国人に何も言えませんよね。今いろんな移民の問題でもありますけれども、諸外国においてはね、いろいろな対立とか衝突とかね、そう、いろいろな運動が起きてますけれども、日本ぐらいじゃないですか。
そういうの起きてないのね。もうね、ただただうじうじネット上で文句言うだけっていうね、責任のなすりつけ合いが起きてますけど、それはしょうがないんですよ。日本っていう国は独立してないんですね。独立してない。独立してないんですよ。植民地なんですよ。どこまで行ってもね。で、なんで植民地なのかっていうのはね、日本人全体がね、こう、なんていうの、気持ちの武力放棄っていうんですかね。本当の真の独立をするべきだという意味合いにおいて、なんて言うんでしょうね。本当の意味で暴動を起こしてないっていうことに尽きる。ここからが問題ですけれども、なんでそんな言いなりになるのかっていうとね、いろんな陰謀論も絡んできますけれども、やっぱり素直に考えればですよ、やっぱりこのろくでもない日本の体制っていうものをね、崩したくない勢力がいるわけですよね。この平和を崩したくない。この平和を崩したくない勢力は一体何なのかっていうことをね、考えてみたときに、それは金持ちなんですよ。要するにね、日本の公金をチューチューしたい連中だったりとかね、己の家族の平安だったりとか、己の企業の平安だったりとか、ね、己の資産の安定だったりとかを願う連中が、ね、暴動を望んでないんですね。そう。アメリカの言いなりであれ、中国の介入であれ、いろんな様々な介入があって、独立国としては全く機能していないこの日本という国の安定、ね、薄汚い、ね、そこかしこに問題のある、ね、格差あふれるこの上下の安定ですね。もう日本は身分社会ですよ。もう身分固定社会というものをね、こうぷよっと崩したくない。それが上級国民であり金持ちなんですね。そういう連中がたくさんいるから、日本はいつまで経ってもこのままですよ。我々庶民ね、7割、8割、9割ぐらいの庶民たちは皆ね、これからもっと諸外国の言いなりになって、ね、いろんな資産、それは体力から、労働力から、本当のお金からね、いろんな資産を諸外国に集中されながら日本がすり続ける、ね、お金もまた集中されてね、発展途上国、衰退途上国っていうんですかね。そういったものに甘んじてですよ。江戸時代のね、庶民や農民のね、五公五民みたいなね、四公六民、七公三民ぐらいのままね、これからずっと衰退していくってことですよね。その通りです。でも金持ちは痛くも痒くもないんですよね。海外に投資したり、海外に資産を移したり、またはその資金を流用してね、またさらに金持ちになっていくわけですから、痛くも痒くもないんですよ。そうやって我々はね、そして治安も悪くなっていきますけど、治安が悪くなったところでね、また上級国民にとっては痛くも痒くもないんですね。だって安全は変えますからね。アメリカを見てくださいね。そういうろくでもないゲットとは離れた土地にね、壁とか塀とかがある、地域、ね、安全な
屈強なガードマンとかガードする人たちがいる町を作って住めばいいだけの話ですからね。そうね、まあ私は冒頭申し上げたようにね、そうやって国が滅んでいくのはね万々歳だし、世界を滅ぼすのが目的なんでね、日本なんていうちっちゃなことはどうだっていいんですけれどもね、皆様の心の声がね届きましたのでね、日本再生への道を天才ネット軍師が指し示すならばね、上級国民を滅ぼすことなんですよ。今すでに上下の戦いになってるんですね。この上下をひっくり返すっていうこの庶民のね、日本の庶民の気持ちっていうのは薄いんですね。そういう性格じゃない。しかし滅ぼさねばこのままですよ。ね。内戦を起こすしかないんですね。上級国民を全て滅ぼしてね。だってそうじゃないですか。明治維新とかね、思い出してみてください、皆さんね。上級な連中のやる政治だったり、ね、その人間の劣等さ加減、まさになんかワンピースの、ね、天竜人みたいな話になってきますけれどもね。そういうものに藩の中にいながらね、各いろんな大きな藩の中にいながら、ね、いろんな庶民のが貧窮していく中ね、外国の勢力にもね、いじられながら明治維新っていうのはそういう日本じゃよくない、ね、ひっくり返さないといけないって思ってやられたことですよね。そしたらね、明治維新後はね、まあ戦争に次ぐ戦争でろくでもない国になりましたけれども、まあ少なくとも庶民の気持ちとしてはね、そして庶民のチャンスという意味合いにおいてはね、身分制度が全くね、まあ全くとは言わないけれども、まあ現状ぐらいには自由が利くようになったんでね、少しはマシになったわけじゃないですか。ね。そして少しはこう、なんて言うんでしょうね、サクセスと言いますかね、こう民間がこう活気づくわけですけれどもね。で二次大戦もそうでしょ。二次大戦の前に何があったか皆さんね、二次大戦を仕掛けて失敗する前に何があったか皆さん覚えていますか？私の小さい頃ですね、226事件というのがありましたね。そういうことなんですよ。そうね、経済が傾いて、そしてね、軍部だったりね、上級国民なね、財閥であったり、なんとか族だって家族とかね、なんかそういう連中はね、いい暮らししてるのに東北だけじゃないですね、東北、北海道ね、九州ね、四国ね、いろいろ日本全国ね、貧乏な人たちはね、自分の娘を売り、または飢餓に苦しみみたいな、そういう世の中に対抗して226事件っていう若い将校たちがね、軍の一部を操ってこうね、天皇に直訴しようね、またろくでもない上層部を皆殺しにしようみたいなね、そういうことを企てたんですけれどもね、昭和維新みたいなね話ですけれども、あれも失敗には終わりましたけれどもね、結果二次大戦の敗北によってね、まあ実現したとも言えなくもないですね。そしていろんな財閥だとかね、特権階級がね、全て解除されて、まあ全てとは言いませんけれどもね、くだらない家柄みたいなものは残っていきますけれどもね、それで活気づいたじゃないですか、戦後日本はね。今その段階に来てるんですね。日本再生の道っていうのはまた
上級国民を滅ぼすという段階に来てるんですね。そう。外圧が強くなり、ね、日本国民は疲弊し、そう。いいダクダクとこのまま行くのかどうか。そう。そして戦争の危機も迫っている。ね。まるで226事件が起きた時のような状況ですね。そして数年後には戦争が待っているみたいなね。あれなんか、ね、戦前の日本となんか似てきましたね。まあ、それは偶然なんですけれどもね。私、スピリチュアルは滅ぼすべきだと思っておりますから、それは偶然なんですけれども。まあね、しかし、歴史は繰り返すというのがまた意外なね、人類の歴史を俯瞰してみるに、偶然とは言えない必然なんでね。まあ人類の愚かさっていうことでもありますよね。同じこと繰り返すんですね。だから滅ぼせと言ってるんですね、このチャンネルではね。こういう地獄みたいな世界、社会っていうのは終わらせないといけない。ところが今回ね、皆様の心の声がね、もう日本どうなっちゃうんだろう。日本再生の道ってあるのかなっていう心の声を聞いたんでね。上級国民を滅ぼす。でどうやって滅ぼすのか、内戦を起こすんですね。まあこの内戦を起こすっていうのは非常に難しいですけれども、あれですよね。なんでしょうね。どうすればいいんでしょうね。内戦を引き起こす。まあいろいろなデモだとか、またはね、そう、なんでしょうね。難しいですね。内戦を引き起こせるほど元気じゃないですからね。ただ再生の道としてはこうね、これだけ大災害が何度か起きてもね、そう治安の悪化が叫ばれてもね、日本人はおとなしいままなんでね。また上級国民を滅ぼすっていうのはこうね、私も含めたね、初老のおじさんおばさんやね、そう威張り腐っている、なんて言うんでしょうね、バブルを経験したりとかした団塊世代のね、老人を滅ぼすっていうことでもありますから、難しいけれど、でも、予言じゃないけれども、必然的にそういう方向性に向かう気がしますけれどもね、崩壊に崩壊を重ねてね、もう我慢ならんみたいな状況になるんじゃないですかね。で結局そう内戦につなげていかなきゃいけないなと思いますね。そうそう昔のね、西郷隆盛大先生がおっしゃったようにね、やっぱりそう本当の日本人っていうものを出現させるためにはどうしたらいいのか。それは日本全体がね、焦土と化さないといけない。焦土ね、焦る土と書いて焦土ですね。そう日本全体がこう燃え盛る炎にこう焼き尽くされないといけないんじゃないのかと西郷先生はおっしゃってましたね。そう一理あると思います。そう内戦によってね、こういろいろなごたごたっていうものをね、一つにまとめて、そううんざりするほどのなんて言うんでしょうね、正義と正義が、まあ金持ちの正義と庶民の正義っていうものがね、こう徹底的に血で血を争う内戦の中においてね、まあ明治維新の時はね、まあこう既存の政府とね、それを打ち破る新しい国民のね戦いだったのかもしれませんけれども、まあ似たようなもんですね。現代においても内戦、それが今必要なんじゃないのかなと思います。そうすればまたね、
そして内戦になればね、いろんな国がまた介入してくるでしょう。そして北海道や沖縄や九州や四国みたいなね、離れ小島になっているところは、ロシアとか中国とかアメリカとかがね、占有したり占拠したりとかして取られるかもしれませんけれども、本当の意味での日本っていう意味合いにおいて、それは外国人も含めますよ。在日の人でもいいし、今いるイスラムだったりとかね、トルコだったりとか、クルドだったりとか、ろくでもない外国人も含めてですよ。含めて内戦によって本当にね、この国を良くしたいんだっていう連中が生き残ってね、我々の勝利だっていう新政府が出来上がって、そしてもうアメリカの言うことも聞かないし、中国の言うことも聞かない。ね、我々は今真に独立を勝ち得たのだっていうね、その規模が何千万人か分かりませんけれども、4000万人ぐらいになってるんでしょうかね。そういう新しい日本っていうものが出来上がった時に、多分真の独立を勝ち得た時に日本はまた再生するんじゃないのかな。ね。ライジングサンっていう感じでね。こう、どこに行っても正々堂々胸を張ってね、自分の意見が言える、本当の意味でのね、かつての古い日本と、日本人になるんじゃないのかな。そうネガティブマン考えますね。それが本当のね、もう内戦をどうやって引き起こしたらいいのかっていうのは難しい問題がありますけれどもね。私の考えだともっと治安が悪くなってね、いろんな問題が日本政府が収拾できなくなるぐらいに治安が悪化して、警察機能がね、公然と機能しなくなって、いろいろなマフィアみたいなものが日本全国にはびこって、そうですね、外国人グループだったり、反社の人たちだったりとかはね、またはそれを制するために、自警団的な庶民たちが立ち上がってね、個々の団体を作ったりとかしてゆく。そして日本政府が機能しなくなった時に、ろくでもない思想を抱いたね、私のようなネガティブマン的な人たちがね、さまざまな衝突を起こして、またそれをね、弾圧するために派遣された、もう日本政府の自衛隊ではないアメリカだったり中国だったりみたいなね、介入してきた軍隊と戦っている最中に内戦が起きてくるんじゃないですかね。そうするとね、じゃあなんて言うんでしょう。1億円、1億5000万人、1億5000万円ぐらいのね、100万ドルを投資に動かせる日本人は今365万人いるんですけれども、そういう上級国民たちはどうするか、海外に逃げるんですね。僕は思うんですけど、ね、金持ちが海外に逃げたら大変じゃないのか。ね、今話が脱線してますけれども、ね、全然大丈夫じゃないですけれども、海外に逃げるんじゃないのか、金持ちは。逃がせばいいんですよ。ね、日本を捨てて海外へ逃げてね、時々戻ってきてみたいなね、そんな薄汚い生活をしたり、ね、資産を海外に移すような金持ちたちはね、国外追放すればいいんですよね。もうそれは日本人じゃないんですから、すでに。そうでしょ。それがたとえ大谷翔平であったとしても、もう日本人じゃないんですから。ね、動きたくても動けない。ね、藤壺のように動きたくても動きませんっていうね、私のネガティブマンのようなね、
貧困労働者たちこそ本当の日本人なんですからね、悲しいまでに日本人なんですからね、そういう人たちが残ればいいんですよ。だからもう国外追放ですよ、ね、上級国民なんてね。そんな薄汚い連中はね、命があっただけでもありがたく思えっていう世界ですよね、世界線としてはね。そう、そうだからひろゆきとかももうね、再入国とかをね許さなければいいんですよね。日本を捨てたやつはそのまんまっていうね。そしてね、そうなるとね、逃げられない上級国民たちはね、お金を使ってね、そういろんなやばい反社たちを操ってね、庶民たちと戦わざるを得ないみたいなね、そういう薄汚い内戦ねになれば、私もねあれですよ、戦術戦略の天才としてね、そう薄汚いね、私も薄汚いですけどもね、もっともっと薄汚い連中とね共に戦ってね、この国を再生させるためのね、こう自警団的なね軍隊をこう膨張させてね、こう日本国内で新たな三国志みたいなことをね始めて、とにかくね夢物語のようなことを語ってきましたけれども、日本再生って意外と考えてみるともうそれしかないんじゃないのかな。だって政府がアホだからね野球ができへん、ね、ベンチがアホやから野球ができへんみたいなね、エモさんの話みたいなことですからね。日本政府がエンゼルスなんですから、それはもうね、こう国民としてはね生活できませんよ。そうしかし金持ちたちに上級国民の悪口ばっかり言ってきましたけど、上級国民たちにも責任はありますよ。自分たちが豊かになってね、豊かになってあからさまな金持ちが少なくとも365万人いるのに、日本を良くするためにね政府にこうしたらいいああしたらいいっていう提言だったりとかね、また庶民に対してねああすればいいこうすればいいみたいな代案みたいなものをね、またそういう運動っていうものをちっともねけしかけてこなかったわけですから、もう常に公金を躊躇することばっかりね、公金を躊躇、または自分の持っている株価を上げるみたいなことばっかりをね躊躇することばっかり圧力をかけてきたわけで、ロビー活動をね続けてきたわけですからね、奴らにも原因があります。こうなね滅ぶ運命にあるっていうのはしょうがないです。そうなんです。そして私が冒頭申し上げたように、このチャンネルはね世界を滅ぼすチャンネルですから、当然日本も滅ぶ対象になってますから、やっぱり日本を滅ぼすためにもね、上と下の戦いですからね、今の時代はこうね、そうポル・ポトやね中国共産党がなかなかできなかった本当の意味でのね上層部なんて言うんでしょうね、しっかりと上級国民っていうものを滅ぼして後にね本当に平民である我々庶民の暮らしっていうものをね本当にいろいろチャンスのある豊かな、そして胸を張って生きていけるね、そうマウントするやつらも僕は大嫌いなんですけど、そういう奴隷ではない本当の意味でのね、そしてもう上級国民を滅ぼすついでにねマウントをする遺伝子っていうものもね滅ぼしていかないといけませんから、もうねマウントするやつは片っ端からねダダ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 とね銃殺していくっていう社会の実現、これが大切なんじゃないのかなと思います。
まあ内戦の起こし方は難しいですけども、いろいろな要因がね重なり合って、いずれ内戦に及ぶという形に持っていくしかないんじゃないのかな。で、大切なのは内戦をするべきだ、ね、真に独立を叫ぶべき、そうですね、独立を叫ぶのがいいのかもしれませんね。そう、アメリカ、そして中国、ね、いろんな国の介入から日本は自由になるべきだ、真の独立を勝ち取るべきだっていう私のような頭のいかれた連中が独立を叫ぶことがね、政府をいたずらに刺激してね、まずはそいつらの戦いになっていって、そこに苦しめられた庶民たちが、なるほど、上級国民は滅ぼすべきだっていうね、気持ちが高まってきて内戦に及ぶのかもしれませんね。ということは、結論としては、日本再生への道は上級国民とマウントを取るうんちたちを滅ぼすことですけれども、その再生への第一歩として内戦を引き起こすにはどうするのか、本当の独立を叫ぶってことですね。日本は植民地国家であるのだから独立するべきだとね、私ネガティブマンがここで一言叫ぶ。それがね、日本再生への第一歩でもあるというね、無理やりきれいにまとめてみました。いや、薄汚くまとめてみました。ということでね、このチャンネルには珍しくね、日本再生への道を語ってみました。ね、本当の意味で独立していきましょう。一旦日本を焦土化しないと、焦土化作戦によって日本を火の海にしないと日本は再生しません。ね、山火事を起こした後に新たな芽が生まれるみたいな話ですね。珍しくなんかこうね、プラスな話をしてしまったことを少し後悔しながらね、明日にも今日にもね、世界が滅びますことをお祈りして終わりたいと思います。ネガティブマンでした。